はい、どうもこんにちは、岡祐介です。今回は動画編集を始めたい人におすすめする編集ソフトを2つと、その2つのうちどちらを使うべきか僕なりの意見をお聞かせします。本来、僕のチャンネルでは動画全般を扱ってるんですけど、以前載っけたのは動画編集のうちのトランジションのチュートリアルだったりとか、効果音だったり著作権フリーとか、動画編集で慣れてる方向けに結構動画を配信してたんですね。けど、やっぱりその動画を始めたい、これから始めたい人だったりとか、どういう機材だったり編集ソフトを揃えていけばっていう知識がほとんどない方向けに、しっかりと僕が、動画を出してお力になればなと思うので、今回はこの動画を回します。タイトルにもあった通りなんですけど、編集ソフトですね。本当に編集ソフトという名の通り動画編集をするためのツールなので、まずそこを揃えることから始めなきゃいけません。で、今回、2つと先ほど言ったんですけど、その2つはですね、1つは Apple が出す Final Cut Pro ですね。で、2つ目が Adobe 製品の Adobe Premiere Pro です。こちらの2つの製品が、かなり動画編集ツールではメジャーな2つとなっておりますね。今回はその2つの動画編集ソフトのどちらを使うべきか僕なりの意見をお話しするんですけど、まずちょっと僕の話からすると、まず僕は、どういう風に動画編集を始めたかというと、まず GoPro を購入したんですね。GoPro の編集ソフトで、常に編集をしてました。GoPro で撮ったものを GoPro の編集ソフトに入れて、クリップつなげて書き出して、それを SNS で発信するってことをやってたんですけど、で、まずは GoPro ですね。で、GoPro の次になんですけど、僕はノートパソコンを購入して、もうちょっとその時には本格的に映像を始めたいと思って、カメラも買ったり機材も買ったりしてたので、編集ソフトをしっかりとプロ向けのものを使って、より技術的な映像を出していきたいと思ったので、しっかりと高い金額を払って、この Apple の Final Cut Pro と Adobe Premiere Pro に行き着きました。で、僕が最初に使ったのは、Final Cut Pro ですね。Final Cut Pro は Apple のノートパソコンを購入する際に付属で取り付けることもできるし、追加で購入することもできます。確か約35,000円ですね。Adobe 製品も Apple 製品もどちらも数ヶ月間お試しキャンペーンがあるんですけど、にしても Final Cut は約35,000円します。で、Adobe Premiere Pro は約、定期購入で月々3,500円ぐらいかな、約。購入の形態がまた全然違って、正直その映像を始めたいっていう方で Apple の Final Cut Pro いきなり35,000円払うのって相当結構痛いと思うんですね。なので、数ヶ月間、お試しの、編集ソフトを使ってみて、自分にどちらが合っているかを決めてから、購入するのが一番おすすめです。僕なりの意見をお話しすると、Final Cut Pro は正直めちゃくちゃ使いやすくて、Adobe Premiere Pro よりも編集ツールが省略されているのが Final Cut Pro なんですね。なので、Final Cut Pro よりも Adobe Premiere Pro の方が、編集ツールの幅がめちゃくちゃ広くて、けど Final Cut Pro はその分制限されてるからこそ使いやすいだったりとか編集がしやすいっていう用途になってますね。なので僕自身も Final Cut を使って Adobe Premiere Pro に行ったんですよ。Adobe Premiere Pro の方がよりプロ向けだし、尊敬するクリエイターたちもいっぱい使ってるし、なので Adobe Premiere Pro 行ったんですけど、めちゃくちゃ難しすぎて Adobe Premiere Pro から Final Cut Pro に一回戻りましたから。そんぐらい、Adobe Premiere Pro と Final Cut って、全然違います、最初は。けど、僕がおすすめするのは Adobe Premiere Pro です。絶対に。Final Cut Pro よりは Adobe Premiere Pro の方が僕は絶対におすすめします。僕自身でも、映像に関してはよりクリエイティブを求めていきたいと思ってたんで、しっかりと、世界最高クラスのプロが使うような編集ソフトを使いたかったっていうのが1点と、あと、いろんな総合的に考えた時に Apple の Final Cut Pro 1製品だとその単体で終わってしまうんですけど、 Adobe Premiere Pro 製品は Adobe ソフトが他にもいっぱいあって、例えば写真編集用のソフトとか、モーショングラフィックス専用のソフトだったりとかいっぱいあるんですけど、例えばですよ、タイムラプスとかハイパーラプスを撮ります。で、写真を Lightroom、Photoshop でしっかりとレタッチして綺麗な写真にしてから、そこから Adobe Premiere Pro に移動させて綺麗な動画を作ることもできますし、その Adobe 製品の互換性がすごくあるので、
もう Adobe しか僕はないと思います。Adobe Creative Cloud っていう、全部ですね、Adobe 製品のソフト全部が、使えるっていうプランを契約する方がおすすめです。で、僕は学生なので、一応本来その全ての、編集ソフトが使えるプランは多分月々8000円ぐらいだと思うんですけど、一応学生だと2000円ぐらいで契約できるので、ぜひおすすめです。でですね、今回は、こういう、編集を始めたい人向けの動画を出したんですけど、この動画以外でも以前、ビデオグラファーにおすすめの機材、最低機材をまとめた動画があるので、それも概要欄にリンク貼っとくので、ぜひ見てみてください。で、これからね、こういう動画を始めたい人向けに動画をこれから出していくと思うので、ぜひ、チェックしてみてください。どうもありがとうございました。